この動画は呪われているので見ないでください。前回、伊良湖の先っぽで終わったので今回は奥の方に行くことにしました。途中でライフが尽きたせいですね。スタート地点は道の駅伊良湖クリスタルポルトです。ここは伊勢湾フェリーのターミナルでもあります。2022年10月から改修工事中で2023年6月上旬にリニューアルオープンの予定だそうです。工事中は仮設トイレだけらしい。また厚見サイクリングロードの下を通ります。伊良湖では自転車が上を通るようです。左折先が行き止まりですが2014年まで知多半島行きフェリー乗り場でした。ウプ主が行く先々で色々と廃止されている気がします。貧乏神とか疫病神みたいなやつです。あら人神ですか。動画を見ただけで映りそうです。そういえば、前回の動画は公開1ヶ月で7回再生と1桁に終わってます。シリーズ8本の累計を数えてみたら158回になっていました。塵も積もればゴミとなる感じです。こうやってグローバルに恥をさらしているのです。ところでウプ主はどこに向かっているのでしょう。海岸の道路を北に向かって走る予定です。何があるのですか？何もないらしい。巻きで行きます。中身がないのですね。左折して国道259号線を北に向かいます。さらに左折して海岸通りに出ます。この辺には何もありません。右手の森の中に東進伊良湖シーサイドゴルフクラブがあるらしい。ゴルフと無縁のウプ主にとっては何もないのと同じことです。さらに左折します。道なりに行くと旧家村伊良湖に行ってしまいますからね。この辺って実は、予算がある人にとっては色々あるんと違いますか。ウプ主は道の駅より高級な施設が見えない体質らしい。目で見えても脳が拒否するのですね。この世界には多様な人々が存在します。牛丼屋まで見える人とかファミレスまで見える人とかです。ウプ主はジョイフルまでは見えるらしい。レーダーっぽい何かが回転しています。セローは映るのでしょうか。未確認物体です。見なかったことにしてそうです。西の浜風力発電所が見えます。エグザイル風車の2つ名があるらしい。ウプ主はエグザイルがわからなかったので調べました。亡命、追放、島流し、などの意味らしい。ウプ主は一番肝心な意味を知らない気がします。ここからは堤防の上を移動します。すれ違い困難なのでセローのような小回りの利く系二輪が向いています。ここまで来るのには向いていません。時々車がいますね。何しに来ているのでしょう。ウプ主よりも暇な人かもしれません。海上にタンカー用の桟橋が見えます。厚見火力発電所に燃料を運ぶための施設らしいです。堤防の上って結構デコボコしているのでオートバイでもオフ車がおすすめです。意識高い人は行かない場所です。カラスに導かれセローが走り続けます。ぼっちのウプ主にお友達ができました。この友達は真っ黒ですね。できたら海猫にチェンジしたいです。あ、逃げた。ウプ主のツーリングはカラスと共にあるようです。平和に暮らしていたカラスが逃げ惑っているようにも見えますが、友達ができたと思ってました。一方的な思い込みってぼっちひも手にはありがちですよ。そして誰もいなくなりました。残るは空と海だけです。実はもう一つ残っています。ここって臭いんですよ。なんというか、干潟が腐ったようなというか、夏場は避けた方が良いです。左側は福江漁港になります。ここから1キロほどの場所に多度神社があります。また神社ですか。田舎の観光案内で神社仏閣は必ずありますからね。お財布にも優しいです。囲碁取りのご神徳で有名らしい。神社の前には小中山児童公園があって戦前の立正台が置かれています。
この辺には戦後すぐまで陸軍技術本部伊良湖試験場があって多少の遺構が残されているそうです。ここも滅びたのですね。ネタが尽きたので今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。